想像してみてほしいんですけど、オーストラリアの開かずがどこまでも広がるような乾燥したアウトバック。はい、最寄りの町まで車で何時間もかかるような場所ですね。まさにそんな場所にある小さな診療所で、一人の医師がごく普通のタブレットを掲げているんです。うん。すると次の瞬間、そのタブレットを通じて、世界最高峰の心臓専門医チームが持っている、なんていうか臨床の直感みたいなものが、目の前の患者さんの診断に直接注ぎ込まれるんですよ。まるで魔法のような、でも現実の話ですよね。そうなんです。今日はまさにこの驚くべき現実から深掘りをスタートしていきたいと思います。リスナーのあなた、今回の深掘りへようこそ。よろしくお願いします。この深掘りでは、日々押し寄せる情報の波から、最も重要なシグナルだけを抽出して、それが私たちの社会の根底でどうつながっているのかを解き明かしていきます。ええ、今日の情報源はですね、2026年3月17日付の Google の AI とクラウドの最新動向に関する複数の公式記録や資料になっています。今回の私たちのミッションは、単なる最新ニュースの羅列やカタログ紹介ではありません。はい、違いますね。AI の進化がリスナーのあなたのポケットの中にあるスマートフォンの日常的なタスクから始まって、人間の命を救う医療、さらには地球規模の野生動物の保護にまでどのようにスケールしているのか、ええ、つまりどうやって拡大してつながっているのかを探ることなんですよね。その通りです。個人のミクロなスケールから地球というマクロなスケールまで、一見バラバラに見える点と点が実は同じ技術的基盤の上でどうリンクしているのか、その構造を一緒に見ていきましょう。さて、ここから少し紐解いていきましょう。まずは私たちにとって一番身近な個人のスケールから入りたいと思います。はい、日常のレベルですね。今回の資料の冒頭にすごく象徴的なビジュアルがあったんですよね。ありましたね。中央に吹き出しがあるデザインの。パーソナルな知能、つまりパーソナルインテリジェンスというテキストが真ん中にあって、それを囲むように、Google の G マークとか Google フォトス、それに Gmail のロゴが配置されているんです。これって非常に興味深いポイントで、つまり AI がどこか特別なサイトにアクセスして使う独立したツールじゃなくなっているってことなんです。と言いますと、私たちが毎日本当に無意識に触れている Gmail や写真アプリの裏側に完全に溶け込んでいる。インビジブル。つまり目に見えない状態になっている点に、このパーソナルインテリジェンスの真の価値があるんですよ。なるほど、シームレスな統合ってことですね。そして、ここで具体的なブレイクスルーとして紹介されているのが、Google シーツ、いわゆるスプレッドシートにおけるジェムナイの新たなベータ版機能なんです。はい、これがまたすごいんですよね。資料によれば、これが最先端、ステートオブザアートのパフォーマンスを達成したと。面白いのはそのアプローチで、Just Describe、つまり、ただ言葉で説明するだけで、シート全体の作成から複雑なデータ分析までが可能になったって書かれているんです。ここ極めて重要ですね。ただ説明するだけって言葉にすると簡単に見えるんですが、技術的には巨大な飛躍なんですよ。やっぱりそうなんですね。これまでって私たちがコンピューターに何かをさせるには、向こうのルール、つまり厳密な構文とかシンタックスを人間側が一生懸命学ぶ必要があったじゃないですか。わかります。VLOOKUP 関数とか、絶対参照のドルマークをどこにつけるかとか。そうそう、カンマの位置を一つ間違えただけでエラーを吐き出される厳しい世界ですよね。あのセルが赤くなるエラーメッセージには私も何度も泣かされてきましたし、リスナーのあなたもきっと経験があると思います。みんな通る道ですよね。つまり私たちが今までデータ整理だと思っていた作業の大部分は、実は人間の曖昧な目的をコンピューターが理解できる厳密な数式に翻訳する作業だったわけですよね。まさにその通りです。で、今回のジェミナイの機能が根本的に変えたるが、その翻訳のプロセスなんです。ほう。大規模言語モデルが人間の自然な言葉の背後にある意図、つまりセマンティクスを解析するようになったんです。意図を解析するですか？例えば、この売上データから一番利益率の高い商品を見つけて、月別にグラフ化してって言葉で入力したとしますよね。はい、日常的な指示ですね。AI は単に単語を拾うだけじゃなくて、一番利益率が高いという曖昧な表現が、シート上のどの列とどの列の割り算を意味するのかを文脈から推論するんです。なるほど。そして裏側で複雑なマトリックス演算とか関数の組み合わせを瞬時に構築して実行してくれるんですよ。それってまるで超優秀なデータアナリストと秘書が自分のスマホやパソコンの中に住み着いていて24時間待機してくれているようなものですよね。
ええ、まさにそんな感覚です。でも、ここまで簡単にデータが操作できるようになると、私たちはもう作業をするんじゃなくて、何を手放すかを考えるフェーズに入ったんじゃないでしょうか。鋭い指摘ですね。これまではどうやって処理するかという How の部分に人間の脳のメモリーの大半が分かれていました。はい、関数の書き方とかですね。でもその制約が外れて今、ボトルネックは何を知りたいのか、何を解決したいのかというホットを定義する人間の想像力そのものに移行しつつあるんです。問いを立てる力が試されるわけですね。さて、ここからが本当に面白いところなんですが、ええ、どんどんスケールを広げていきましょその人間の曖昧なデータや問いを解析する力が、個人のオフィスやスマホの中にとどまらないのが今回の深掘りのポイントです。次の情報源は、冒頭でも少し触れた医療の領域ですね。う。はい、オーストラリアの農村部で AI が心臓の健康改善にどう役立てているかというレポートですね。個人の仕事の効率から一気に人間の心臓の鼓動、命に関わるデータへと視点が移ります。ここで示されているビジュアルも非常に印象的でしたよね。ええ、診察室の机を挟んで医師と患者が座っている写真ですね。医師は手にタブレットとペンを持っていて、背景には心拍のデータみたいな医療チャートのレンダリング画像が浮かび上がっているんです。臨場感たっぷりでした。これをより大きな視点と結びつけてみると、この資料で注目すべきなのは、最新設備のある大都市の大学病院ではなくて、オーストラリアの農村部だという点なんですよ。そうなんですよね。リスナーの皆さんもちょっと想像してみてください。広大なオーストラリアの地方では、専門医に見てもらうだけでもとんでもない物理的なハードルがあるはずなんです。車で何時間、あるいは飛行機を使わないといけないような距離感ですよね。ええ。だからここでは AI が単なる計算機としてじゃなくて、医療格差とか距離の壁をなくすどこでもドアのような役割を果たしているんじゃないでしょうか。まさにその通りで、AI が専門的な知識を民主化しているんです。でもただデータがクラウドにあるだけでは意味がなくて、タブレット越しに医療現場で実践される、つまり知識の適用が行われていることが重要なんですね。でもそこで一つ疑問があるんです。はい、なんでしょ心臓の健康状態を評価するのって本来は巨大な医療機器とか何十年も経験を積んだ専門医の勘みたいなものが必要ですよね。う。熟練の技ですね。なぜ農村部の小さな診療所にある普通のタブレットでそれが可能になっているんでしょうか。それはですね、AI が専門医の臨床の直感を圧縮しているからなんです。圧縮ですか。はい。専門医って何万という症例を見る中で心電図のわずかな揺らぎとか微細なパターンの変化を直感的に識別できるようになるじゃないですか。いわゆる職人芸みたいなものですね。その膨大な経験値を何百万というデータポイントを使ったディープラーニングで AI に学習させて、タブレットのプロセッサーでも処理できる軽量なモデルへと圧縮しているんですよ。なるほど。だから農村部の医師がタブレットを使うだけで専門医チームが何日もかけて協議するようなレベルの分析がその場でできてしまうと。アクセスが困難な地域にまで高度なインサイトを届けている。これが AI による知識の民主化の最前線です。いやー、個人の生産性を上げて距離の壁を越えて命を救う。これだけでも十分すごいんですが、今日の深掘りのスケールはさらに拡大します。はい、次は地球規模のお話ですね。医療現場から今度は地球環境、野生動物の保護へと視点を移します。ここで登場するのがオープンソースの AI モデルであるスピーシーズネットですね。スピーシーズネット。はい。資料によれば、この AI モデルが野生動物の保護活動を推進するために活用されているとのことです。資料の写真には、大自然の中で野生動物が AI によって正確に識別されている様子が映っていました。動物の姿を四角い枠で囲んで認識しているようなビジュアルですね。そうです。でも、カメラで動物を認識するって、スマホの顔認識と同じような技術ですよね。基本的な仕組みとしては似ていますね。なぜこれが自然保護においてそんなに画期的というか重要視されているんでしょうか。それはですね、野生の環境におけるノイズのレベルがスマホの顔認識とは次元が違うからなんです。ノイズですか。野生動物の保護活動って広大なジャングルとかサバンナに何十万個というカメラトラップ、つまり自動撮影を仕掛けるんですよ。何十万個も。それはデータ量がとんでもないことになりそうですね。そうなんです。しかもカメラが捉えるのは動物だけじゃなくて、風で揺れる木の枝とか木漏れ日の影とか、レンズについた水滴なんかも全部撮影してしまうんです。なるほど。だから人間が何ヶ月もかけて写真を確認しても、その大半は誤検知、
つまりフォルスポジティブのゴミデータなんですよ。確かにジャングルの中だとシマウマの模様とヤシの葉が落とす影ってなんか数学的に似てそうですよね。まさにその通りです。スピシーズネットがすごいのは、そうした極めてノイズの多い環境から特定の絶滅危惧種のわずかな輪郭や動きだけを高精度でフィルタリングする技術を持っている点なんです。しかもそれがオープンソース化されていて、資金力のない NPO や現地の研究者でも自由に使えるってことですよね。ええ、誰でもその恩恵を受けられるんです。では、これは結局どういう意味を持つんでしょうか。と言いますと、野生動物を識別して保護するためにスピシーズネットをオープンソース化する。つまり誰でも使えるようにするのは素晴らしいことだと思うんです。はい。でも、強力な AI モデルをオープンにすれば当然リスクも伴いますよね。うんうん。誰でも使える包丁は料理に便利だけど、同時に危険でもあるように。例えば、密猟者がこの AI を使って希少な動物の場所を特定するシステムを作っちゃうかもしれないじゃないですか。ええ、それは一つの重要な疑問ですね。だからこそ、今回の情報源にあるもう一つのニュース、オープンソースセキュリティへの投資がここでセットになっているという理解で合っていますか？おっしゃる通りです。これはイノベーションとリスク管理のバランスという非常に根本的な問題を投げかけています。このセキュリティに関する資料のコラージュ画像、すごく意味深だったんですよね。はい。いくつもの要素が組み合わさっていましたね。セキュリティのアイコンがあって、二人の手が固く握り合っている写真。それに、コンピューターの画面を真剣に見つめる男性がいて、さらに画面の外の何かを指している二人の人物が配置されているんです。これは協力と保護の象徴なんですよね。握り合う手はオープンソースという世界的な協力を表しています。自然保護のような地球規模の課題は一企業では解決できませんから。ええ。でも一方で、画面の外を指している人々は未知の脅威への警戒を示しています。AI の世界で最も恐ろしいのは、モデルの判断基準そのものを静かに歪められるデータポイズニングのような攻撃ですから。データそのものに毒をさまれるってことですね。はい。だからこそ、オープンソースという協力関係を維持しつつ、それを根本から守るための強固なセキュリティ基盤、つまり縦への投資が絶対に不可欠なんです。それがなければ AI の進化は成立しません。なるほど。イノベーションの光を広げるためには最強の盾が必要だということですね。その通りです。いやー、今日はすまざましい旅でしたね。本当にスケールの大きなお話でした。今回の深掘りを通して見えてきたのは、AI が Gmail やスプレッドシートを通じた個人のパーソナルな知能から始まって、はい。オーストラリアの農村部での心臓の健康改善、そしてスペーシースネットによる地球規模の野生動物の保護活動にまで完全にシームレスに広がっているという奇跡でした。ええ。すべてが同じ技術の延長線上にありながら、適用されるレイヤーが変わるだけでこれほど多様なインパクトを生み出しているんですよね。リスナーのあなたの生活においても AI はもう遠い未来の技術なんかじゃないんです。そうですね。今この瞬間の話です。今のスプレッドシートの作業を減らしてくれているその同じ技術が将来の医療を支え、地球環境を守るために今も動いているんですよね。ええ、私たちが意識していない裏側で確実に世界をつないでいます。ということで最後に今日ここまで聞いてくださったリスナーのあなたに一つ持ち帰って考えてみてほしい思考実験があります。何でしょうか？今回個人の日常データを扱うパーソナルインテリジェンスと地球環境を分析するスピーシーズネットの話が出ましたよね。はい。ミクロとマクロの両極端な話でした。今はこれそれぞれ別のニュースとして語られていますけど、この2つが完全に交差する日はそう遠くないかもしれないと思うんです。なるほど。個人のデータと環境データが直結するわけですね。ええ。例えば近い将来、あなたのスマホの AI があなたの個人の購買行動や移動履歴を完璧に分析した上で、こんなことを提示してくるかもしれません。はい。今日のあなたの購買行動が地球の裏側の野生動物の生態系に正確にこれだけのダメージを与えていますよってスプレッドシートで完璧に分析して見せてくるようになったら、それはすごい。逃げ場のない究極のフィードバックですね。そうなんです。もしそんな完璧なインサイトを AI が突きつけてきたとき、リスナーのあなたはその提案に従って自分の生き方や消費行動を変える覚悟がありますか？非常に深く刺激的な問いですね。テクノロジーの進化は最終的に私たち人間自身の倫理観や生き方に変更を迫ってくるのかもしれません。次にあなたがスマホやパソコンで何かデータを見るとき、その画面の向こうに広がる地球規模のつながりを少しだけ想像してみてください。はい。というところで今日の深掘りはここまでとしましょう。
リスナーのあなた、今回もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。